アクセク畑仕事しているような人には支払いもできないでしょう。早くお引き取りを。友人からの招待を受けて訪れた高級レストランで、勘違いと偏見にまみれた店長に暴言を浴びせられた。農家のくせに高級レストランに来るなんて、勘違いも甚だしいわ。高級レストランの店長を任せられながら、食材を作ってくださっている農家へのリスペクトがみじんもない。注意しても意に介さず、こちらの話は一切聞こうともしない。しまいには消毒液をかけられて、店から追い出される。もういい。どうなっても知りませんからね。怒る僕を嘲笑う店長だったが、僕が一本の電話をかけたことで、事態は急展開を迎え、店長は因果応報の報いを受けることになるのだった。僕の名前は徳島雄三。気づけば世界的に有名なレストランのオーナーになっていた平凡な人間である。こう言うと自慢されてるっぽいって嫌な顔をされることがあるのだが、自慢する気はみじんもない。もともと一軒の小さなレストランを開業させて、お店を繁盛させていくぞという気持ちで日々料理を作っていた。この店に足を運んでくれるお客さんを笑顔にしたいと、そういう気持ちだったのだが、今の時代がその規模では済まなかったようなのだ。来店してくれたお客さんが SNS で好評のコメントをたくさん書いてくれるようになってから、お店の評判は右肩上がり。僕がこだわっていた独創的な料理と丁寧なおもてなしがとにかくいいと話題になり、ネットニュースにまでなったのだ。弟子にしてください。集まってきたのはお客さんだけではない。評判を聞きつけて料理を食べに来た若き料理人の卵たちが続々と弟子にしてほしいとお願いしてきたのだ。そんなに一気には教えられないと最初の方は断っていたのだが、それでも後を絶たない弟子希望者と毎日満席になる店内を見ていると、規模を大きくしてもいいのではないかと思い始めた。そして徹底的に教育した弟子たちにお店を任せながらメニューを考え店中を飛び回り過ごす毎日はあっという間に過ぎていった。気づけば全国展開はおろか、世界的に有名なガイドブックでも星を獲得して世界中からお客さんの集まるレストランのオーナーとなっていたのだ。次の新商品、これで行こうと思うから準備よろしく。この新規で企画していたイベントはどういう方向性にしていきましょうか。考えきれてなくて申し訳ない。あと2日待ってもらえる？毎日大量の業務に忙殺されて過ごしていて、うすうす感じていたことがある日、明らかになってしまった。どうするかな。新しいメニューが思い浮かばない。ここ最近はそれぞれのお店を運営することに力を入れていて、現場には顔を出す程度。厨房に立つことはほとんどなかった。料理に一番近い仕事をしていたはずなのに、気づけば料理から遠ざかってしまっていたのである。外の空気を浴びられるのはいかがでしょうか。ある日、思い悩んでいるのが周りにも伝播してしまっていたようで、心配した社員が声をかけてくれた。外の空気？そうです。オーナー、以前からよく新メニューを考えられる時には、生産してくれている農家さんと話をして、インスピレーションを得るっておっしゃっていたじゃないですか。取材でも、ほらここ。その社員は僕がいろんな人に見つけてもらえるようになった頃からの取材に目を通してくれていたようだ。僕自身が忘れかけていたことをその時思い出させてくれた。運営とか業務の部分は私たちに任せてください。オーナーにはオーナーにしかできないことがあります。いつからかいろんな社員から背中を押されて、僕は日本全国、
世界各地を飛び回って食材探しをするようになっていった。以前取り組んでいたことに再び挑戦してみると新鮮味があって世界が開ける感覚だった。懐かしいなあ。毎日の業務で忙殺されていたから土のついた野菜をその場で食べさせてもらえた時にこれまで以上に感動したのだ。そういえば、とその時、数年前のとある出来事を思い出した。雄三くん？当時も食材探しに回っていたのだが、同行したいと言ってくれた人物がいた。やっぱり宮沢さんだ。変わってないね。雑誌びっくりしたよ。まさかついてきてくれるなんて思わなかった。宮沢さんは中学高校と同じ学校でずっと同じクラスという妙なつながりのある人物だった。お互いよく話すわけではなかったが、クラスの学級委員長として周りをテキパキと仕切っている宮沢さんの姿はとってもかっこよかった覚えがある。決め事をするならなるべく早く、誰もが納得できる着地点を見つけないと。クラスの決め事をするときにこんな論理的に話を進める人間がいるんだと感動した。その懐かしさを再び感じたのが、業界誌を読んでいた時の取材記事だった。その雑誌記事には当時感動した覚えのある宮沢さんの言葉がそのまま書かれていたのだ。卒業してから連絡を取っていなかったが、まさか同じ業界に進出しているとは思わなかった。記事を読み進めていると、なんと僕自身もなかなか敷居が高くて行けずにいた高級レストランを経営しているそうだ。懐かしさに後押しされて連絡を取ってみることにした。雑誌の編集者に連絡して、中学と高校で同じクラスだった徳島雄三が話したいと言っていると、連絡先とともに伝えてもらい、宮沢さんからの連絡を待った。しばらくすると、宮沢さんから連絡が返ってきて、こうして一緒に農家さんを回ることになったのである。宮沢さん自身もこうして農家を回って食材を探すことが多いらしく、その振る舞いは当時と変わらず芯が強くてかっこよかった。宮沢さんもそのまま食べる派なんだ。土のついた野菜を軽く手で撫でて食べた宮沢さんに僕は話しかける。そりゃ出来たてほやほやだよ。このまんま食べるって私一番贅沢だと思ってるんだ。全く同意見な宮沢さんと過ごす時間はあっという間だった。今度よかったらうちの店に食べに来て。先に星を獲得してる雄三先輩の感想が聞きたいから。いいの？ぜひ食べに行きたい。って同い年なのに先輩ってやめてくれる？ありがとう。楽しみにしてるから、先輩。だから先輩じゃないって。学生時代の時にできなかったような会話で楽しかった記憶が、野菜をかじった時に蘇ってきたのである。あれからすぐ事業が拡大して、僕はオフィスにこもりっきりになってしまったから、全然連絡できずにいた。美味しい食材に触れると、自然とアイデアが湧いてくる。少しずつ調子が戻ってきたようで、僕はためらっていたが、その勢いのまま、宮沢さんに連絡した。体調を心配してくれていたようで、生きててよかったと返答が返ってきた時は、思わず笑ってしまったが、トントン拍子で無事宮沢さんのレストランに伺う日程も決まった。予定が決まった時間までも、僕は変わらずに地域の農家を巡ることにした。せっかくだから地元の本店に来てほしいと宮沢さんが言ってくれたから、久しぶりに地元に帰ってきていた。この機会にもう一度地元の野菜に触れておきたいと考えたのだ。食材を手に取りながら農家さんと話をして料理のインスピレーションのメモを取る。ふと思いついたアイデアが自分自身でも斬新だと感じて、急遽近くにあったキッチンスタジオの予約を取って試作品を作った。時間はギリギリだったが、
その分いつも以上に集中して料理に取り組んで、一発目にしてはかなりの完成度の作品が仕上がった。予想していなかったキッチン作業だったため、慌ててお店に向かう。ところが、駐車場に車を止めて、いざ降りようとしたとき、膝のあたりに泥がついてしまっているのを発見した。探してみれば、シャツの後ろ側にも泥がついてしまっている。農家さんが収穫中にバランスを崩して倒れそうになったのを支えたものの、一緒になって転んでしまった時についたものだろう。頑張って叩いてみたが、一向に取れそうな気配もない。せっかく招待してくれたわけだから、着飾った方がいいかと思ったが、あいにく着替えも持っていなかった。このままの格好で行くことと、遅刻してでも新しい服を買って着替えていくことを天秤にかけた結果、遅刻はしたくないという結論になり、このままお店に向かうことにした。いらっしゃいませ。本日招待していただいている。そう言いかけたとき、受付に立っていた店員が僕を見て、一瞬ポカンとした顔をした。お客様、ここは大衆食堂じゃないんですが。そして一拍遅れて、店員が吹き出すように言う。突然の思いもしなかった言葉にあっけに取られて、嘲笑を浮かべる店員を見つめてしまった。その人の名札には、店長、荻原と書かれていた。ああ、すみません。仕事の帰りに寄ったのですが、あいにく汚れてしまっていて。店長が僕の何を見て嘲笑っているのかの目星がついていたから、こう続けたのだ。しかし店長は理解どころか、さらに追い打ちをかける言葉を続ける。いや、仕事終わりって、ちょっとここは農家が来るようなレストランじゃないんですよ。高級レストランなんです。お引き取りを。そう言われましても、宮沢、お引き取りください。急に大声を出すからびっくりしてしまう。店員たちもドキッとした様子でこちらを見つめていた。中には怯えたような表情を向けている従業員もいるから、日頃からこのような罵声を浴びせられているのだろうか。まだ開店前でお客さんが僕しかいないのが不幸中の幸いといったところだろう。こんな荒げた声を聞いては料理に集中できない。聞こえていないんですか？お引き取りくださいって言っているんです。聞こえていますよ。それはできません。今日はここの料理を食べに来たんですから。ここの料理を食べに来たんですからって、ここは高級レストランですよ。あなたのような人が来る場所じゃないって言っているんです。汗くせ畑仕事しているような人には支払いもできないでしょう。早くお引き取りを。いや、だから。僕の言葉は全く聞いてくれず、店長はバックヤードに去ってしまった。このままエントランスに置き去りにされるのだろうかと心配していると、店長が再びこちらに向かって歩いてくる。先ほども申し上げたのですが、ここのオーナーの、もしかしたら、宮沢さんに確認の連絡を入れていたのかもしれない。もう一度話しかけようとしたその時だった。突然、目が染みたような感覚になって、思わず目を閉じてしまう。うわ、なんだ？お引き取りくださいって言っているのに、いつまでもいるからこんなことになるんですよ。ほら、早く去って。何してるんですか？消毒スプレーです。ここに泥を持ち込まれても仕方ないですので。店長は楽しそうに笑いながら消毒スプレーをこちらに向けてくる。わざわざこんなことしなくてもいいだろう。農家のくせに高級レストランに来るなんて勘違いも甚だしいわ。この言葉に我慢していた僕もさすがに頭にきた。ちょっと失礼すぎるんじゃないですか？農家をバカにすることは食材をバカにしているのと同様のことですよ。食材は食材、農家は農家です。農家がいないと食材がない。食材がないと料理が作れない状況なのに、なぜそこまで農家を卑下することを言うんだ。店長は相変わらず、嘲笑った表情で僕にアルコールスプレーを吹きかけてくる。このままいてもどうしようもないと思って
僕は慌ててレストランから出た。やっと出たわ。やっぱりアルコールスプレーっていいわね。そう言って満足そうにエントランスで笑みを浮かべていた。僕はこのままではお店に入れないと思って宮沢さんに連絡した。もしもし、どうしたの？雄三くんからしたら珍しいじゃない。僕はお店に入れないこと、店の店長からの振る舞いをかいつまんで話した。ちょっと待ってて。今すぐそっちに行くから。相変わらずのテキパキとした態度は僕を安心させてくれた。今すぐという言葉がぴったりな速さで駆けつけてくれた宮沢さんと握手を交わす。まずは忙しい中来てくれて本当にありがとう。って想像以上に吹きかけられたのね。本当に申し訳ない。いや、僕も泥がついているのを気にはしていたから、あながち責められないというか。それでも悪いことは悪い。本当にごめんなさい。深々と頭を下げて謝罪した宮沢さんと共に、再びお店に入る。すると再び店長がやってくれた。オーナー、どうされたんですか？って、またこの人入ってきてる。店長は再びアルコールスプレーを手に取ろうとしたが、宮沢さんが制止した。やめなさい。お客様に対してその態度は致命的よ。お客様って、この人はただの農家。こちらは、あの世界的に有名な三つ星レストランのオーナーよ。言っちゃうんだと思ったが、宮沢さんは普段から嘘をつく人じゃないから、店長も悟ったのだろう。僕と宮沢さんを交互に見ては、徐々に顔が青ざめていった。忙しい合間を縫って、私たちが星を獲得するレストランになるためのアドバイスをもらおうと招待したの。私が招待したお客様に、あなたは何をしたの？いや、冷静に問い詰める宮沢さんに店長は言葉が出ない様子だった。そもそもここに来てくれるお客様へ、あなたの偏見で対応を変えていたの？さっきから黙ってるけど、どうなの？店長は何も答えられない。座り込んでしまった店長は小さい声で何かをつぶやいていた。何？はっきり言わないとわからないでしょ？大変失礼しました。申し訳ございません。さっきアルコールスプレーを吹きかけてきていた人物とは思えないか細い声で僕に謝罪しているようだ。僕は普段なら謝られるといいよとつい言ってしまう人間なのだが、今回ばかりは料理人として許すことはできなかった。あなたにはおもてなしの心が欠落している。そんな人がエントランスにいるレストランは三つ星は取れない。はっきりと言い放った僕に店長は顔を上げるも何も言うことができずうなだれてしまった。あなたの処分は後日考えるから今日は帰りなさい。でもまだ。帰りなさい。帰宅命令よ。宮沢さんの迫力に圧倒されたのか、店長はとぼとぼと店を後にした。その後はとにかく気を取り直して食事に集中した。店長は散々だったが、他の人たちのプロ意識がとにかく素晴らしい。宮沢さんと食事を楽しみながらも、お店の相談やこれからこの業界をどうしていこうかなど、様々な意見交換をしたのだった。意見交換が功を奏してか、それからの僕はますます創作意欲がかきたてられて、当日思いついてレンタルキッチンで試していた試作品も無事完成した。この料理は地元の料理を使いたいと地元の農家とも契約を結んで、目標の一つにしていた地産地消を推進していく取り組みにも一役買うことができたのだ。それから今でもよく宮沢さんとは連絡を取り合っている。食事の後、手紙を書いてきてくれた。そこにはお店に来てくれた時のお礼と店長について書かれていた。店長は降格処分になったようだ。それでもどうしても辞めたくないと懇願した彼女の気合に最後のチャンスを与えたらしく、今ではおもてなしの心を叩き込むために
下っ端から頑張っているのだそう。大変だろうけど、自分で選んだ道だ。僕を責め立てられる迫力があったくらいだから、乗り越える気合は持ち合わせているだろうと信じて、僕は手紙の返事を書いた。彼女におもてなしの心が身についたら教えてください。今度はあの人にもてなしてもらいたいから、そう書きながら自分自身ももっと成長していかないとなと思っていた。ペンを置いて愛用しているリュックを背負った。今日も見つけるぞ。まだ見ぬ食材を。行ってきます。今日も僕は新しいメニューのために食材探しの旅に出かけるのであった。